アンバー渓谷超考察ジャスパルと申します。2025年7月22日のポケモンプレゼンツで発表されたポケモンスリープ7つ目のフィールドアンバー渓谷について解説考察していきたいと思います。たった30秒の PV の後半部分でフライゴンの飛翔とともに実装が発表されたアンバー渓谷なんですが、もうね話せそうなことがめちゃめちゃありましたので、思いつく限りお話ししていきたいと思います。なお PV の前半部分ライコウエンテ水訓リサーチについてはこの動画で解説考察いたしましたので、ぜひこちらも合わせてご覧ください。今回はアンバー渓谷がどんなフィールドになりそうなのか、どんなポケモンが出現しそうかっていう考察要素を洗い出して、さらに次の動画で11月に向けてやっておきたいこと、意識しておくと良さそうなことをまとめていきたいと思います。ここできちんと準備しておくか否かで新フィールドの快適さが大きく変わるんじゃないかなと思いますので、気合を入れて考察やっていきたいと思います。皆さんも思いつくことだったり見つけたことは何でもコメントしてもらえたらなと思います。さあそれでは11月に向けて準備していきましょう。それでは参ります。ということでまずは改めて一緒に PV を見ていきたいなと思います。さあということで森、そして火山、さらに湖、それぞれの住処から同じ場所を目指して疾走する伝説の三聖獣で、この奥に見えている山々でありましょうか、切り立った崖が連なるこの狭い空をヨーヨーとかけるフライゴン、そして砂地に罠を張るナックラ、渓流を抱く自然が生んだ壮観な新天地アンバー渓谷、11月登場ポケモンスリープ良すぎるいやね、ちょっと考察とかの前に1個いい？ PV 良すぎない私ね、ちょっとそれなりに山登りとか好きでさ、こういう場所大好きなんだよね。なんかこう、いつかグランドキャニオンとかも行ってみたいね。とりあえずソアリンに乗りたくなりましたディズニーシーのやつね。ねえ、いつかフロリダとカリフォルニアと上海のやつも乗りたいなと思いますね。と、そんな話はさておき、こちらが11月登場の新フィールドアンバー渓谷となります。今回はこの PV から読み取れることを中心にアンバー渓谷の生態系をなんとなく予想して今後の厳選の方針を立てていけたらなと思います。今回触れるのはアンバー渓谷の名前、フライゴンのタイプと新ポケモンの睡眠タイプ問題、そしてアンバー渓谷の出現ポケモン予想、この3つでやっていきたいと思います。ってことでまずは名前について軽く触れておきたいと思います。アンバー渓谷ということで、これまでポケモンスリープのフィールドって全て何かしら色に関する言葉を冠していたんですよね。鮮やかな黄緑、若草、ザシアンでおなじみ色の三原色、水色に近いシアン、フランス語でモグラを意味する灰色がかった茶色、トープ、雪のように白いウノ花、日本語では瑠璃色、紫を帯びた青、ラピスラズリ、ポケモンで言えばシルバーと対をなすゴールド、そして今回アンバーということなんですが、アンバーは琥珀を意味するんだそうです。琥珀色、くすんだ赤みの木となっているそうです。色のイメージで言えばトープだったりゴールド、そのあたりに近いものも感じますね。また琥珀って植物の樹脂が地層に埋もれて化石化したものなんだそうで、確かにアンバー渓谷地層がむき出しになっていそうなので、物理的に琥珀が見つかってもおかしくはなさそうですよね。ポケモンで琥珀といえば金銀世代とかポケポケをやったことがある方ならピンとくるかと思うんですが、秘密の琥珀、英語名はそのまんまアンバーなんだそうで、化石ポケモンプテラを復元するためのアイテムですよね。ポケポケでは秘密の琥珀からプテラに進化しますので、最近ポケモンを始めたって方もわかる人多いでしょうかね。まあ基本的には化石ポケモンって文字通り化石から復元することによって誕生するポケモンたちなので、本来は今の時代野生ではほぼほぼ生息していませんので、野生のポケモンが眠りに来るっていうポケモンスリープとの相性は終わっているような気もするんですが、ある意味でね、非常に長い眠りについている睡眠マスターたちでもありますよね。またどうやらポケモン GO とかだと普通に野生で出現したりとか、昨今のポケモンだと管理された環境下では生息していたりとか、復元された化石ポケモンが野生に逃がされちゃって問題になりつつある的なね、そういった社会的な一面は描かれつつあったりもするみたいではありますね。そんなわけで我々よりはるかに長い時を眠り続けてきた大先輩の化石ポケモンたちに出会える日があったらいいなってことで、琥珀色を冠するアンバー渓谷でした。
そして PV に実際に映っている今まさに生息していることが判明しているポケモン、それが虫タイプのカイロス、ポケモンスリープでは毒タイプとなるパルデア・ウパー、そして地面タイプのナックラーとナックラーの進化系地面ドラゴンタイプのフライゴンです。またこれまでカビゴンの好物の木の実に指定されてこなかったのが虫、毒、ドラゴンタイプということで、さすがにこの3タイプが次のフィールドの木の実の鉄板なんじゃないかなとは思いますね。ただしこの3タイプ全部睡眠タイプ的にはウトウトなんですよね。なのでここから一つナックラーや新フィールドの新ポケモンについて考察したいことがあります。それが新ポケモンの睡眠タイプ問題。これまでラピスとゴールドが実装された時にはウトウト、スヤスヤ、ぐっすりの新ポケモンが1体ずつ追加されていまして、ミニリュウとアゴジムシがフィールドの木の実とは一致しないんだけど新食材を持ってくる重要な食材ポケモンみたいな立ち位置でしたね。今回その前例をぶっ壊してくるってことも考えられるんですが、似たような感じだと仮定しましょう。で、今回地面タイプのナックラーが内定しているわけなんですが、ナックラーは2パターンの可能性が考えられるかなと思っています。まずはフライゴンになっても地面タイプのまま、そして新食材を持ってくる食材ポケモンっていうこれまでのミニリュウだったりアゴジムシ的なポジションになる可能性が。そしてもう一つは新ポケモンの睡眠タイプをばらけさせるために、ナックラーはぐっすりの地面タイプなんだけど、フライゴンというかビブラーバに進化した時点でドラゴンタイプになるっていうアチャも水ゴロパターン。この2パターンの可能性が高いのかなと今のところ思ってます。最初の地面タイプのままのパターンだと、ナックラーがフィールドのタイプとは一致しないポケモン枠っていうことになるので、毒、虫、ドラゴンから新ポケモンが2体追加されるんだとしたら全部ウトウトで競合しちゃうんですよね。なので例えば毒、炎タイプの野党森、エンニュートを採用して毒タイプなんだけど睡眠タイプは炎ポケモンと同じスヤスヤですよってしたりとか、そういう工夫があったりなかったりしそうかななんてちょっと思いますね。野党森はメスしか進化できない上にメスの確率8分の1っていう厳選難易度鬼ヤバポケモンなので、それはそれで物議なんですが一旦置いておいて。なのでナックラーが地面のままだと他のポケモンたちがどうなるのかっていうのが非常に興味深いところです。で、もう一つのドラゴンになるパターン。このパターンは実質的にナックラーをドラゴンタイプの新ポケモンとして扱う的なことになるかと思うので、あと虫タイプか毒タイプのポケモンがウトウトで1体追加されて、でスヤスヤにフィールドのタイプとは被らないポケモンが来るっていうのが収まり良さそうです。虫はね、ゴールドで重要な立ち位置を取っていましたので、なんとなく毒タイプのポケモンがウトウトで追加されるんじゃないかなとは思ってます。これまでね、毒タイプって2進化のポケモンが来ていないので、クロバットとか来ないかなとは思ってるんですが、本家ポケモンでは最近追加された樹海院よりも速い、めちゃくちゃ素早いポケモンなので、毒タイプで参戦するのであれば、スキルのポケモンになりそうですよね。それこそね、樹海院みたいな、木の実 S が一番有用な木の実バースト持ちだったりとかして。新食材ってね、おそらくエナジー高めになるかと思うので、クロバットが新食材の食材ポケモンだと、ゲンガー並みの低い食材確率とかにしないとバランス取れない気がするんですが、果たして。そんな感じで、フライゴンのタイプがどうなるのかと、アンバーの新ポケモンの睡眠タイプどうするの問題は、ちょっと面白そうだなと思ってます。ポケモンスリープでスヤスヤに属しているのって、ノーマル、電気、炎、エスパー、フェアリー、この5タイプ、18分の5タイプってことでちょっと少なめなんですよね。このスヤスヤのポケモンが何になるかでアンバー渓谷の雰囲気がだいぶ感じられそうなので、この後一例として出現ポケモン予想もしていきたいと思います。そんなわけでひとまず虫、毒、ドラゴンタイプのフィールドになりそうだけど睡眠タイプどうするの問題がありそうなアンバー渓谷の生態系って感じでした。またこれは超個人的な感想なんですけど、ナックラーって見ての通りあり地獄的なポケモンで、罠を仕掛けて獲物を待つっていうタイプの行動を取るわけなんですが、それで木の実のポケモンです、木の実たくさん集めますっていうのもちょっと違う気がするなと思うので、食材かあってスキルのポケモンかなと思ってます。地面タイプの木の実ポケモンはラグラージが追加された直後だったりもしますしね。
ってことでナックラー、進化後のフライゴンはタイプがどうあれ新環境で重要なポケモンになるのかなと思ってます。もしね、アメウロボでできた地面タイプのアメをお持ちであれば取っておいてもいいかもしれませんね。またさらに余談なんですけど、フライゴンの第1タイプって地面タイプなんですよね。地面ドラゴンタイプのポケモンなんです。で、チャンピオンシロナでおなじみガブリアスはドラゴン地面タイプなんですよね。まあパルデア御三家とかバシャーモラグラージって進化でみんな第2タイプの方になるので、結局のところ実装されるまでわからないんですけれども、このあたりはね、予想を絞らせないいい采配だなと思っています。そんなフライゴンの余談でした。さあ、そんなわけでアンバー渓谷、ひとまず見えている情報から考察要素をちょこちょこ抜き出してみたわけなんですけれども、ここからはこのフィールドの雰囲気を映像でね見た上で出現ポケモン予想をがっつりやっていきたいと思います。今回のパルの一案を叩き台にして、ぜひみんなの予想も教えてもらえたらなと思ってます。次のフィールドに出てくるのであれば、今はね別のポケモンを厳選しておいた方がいいかもなとか、これからの立ち回りに影響出たり出なかったりしますよね、きっと。ってことでパルのざっくりアンバー予想を作ってみました。理由とそのフィーリングを説明しながらお話ししていきたいと思います。ってことで、とりあえずこんな感じかなっていう種ポケモン20種類を選抜してみました。虫、毒、ドラゴンタイプを中心に山に囲まれていて渓流もあるっていう地形からなんとなく想像した子たちですね。おそらくこれにナックラー以外の新ポケモンが2種、そしてきっと新フィールドまでに追加されるポケモンもそれなりにはいるでしょうから、そういった子たちも合わせて開幕時点で23、4種のポケモンが生息しとるんかなーって感じですかね。ラピスとゴールドが実装のタイミングでは23種類くらいのポケモンたちがいたみたいなので、それに習ってみました。ってことで見ていきましょう。上から順番にいきましょうかね。まずはウトウトタイプ。内定しているカイロス、パルデアウパーがウトウトですね。そこにとりあえずキモリ。ゴールド実装の時、露骨にパルデア御三家が入ってきていましたので、まあいるでしょうし、キモリは結構いても違和感ないかなと思ってます。というのも、アーボだったり、飛行タイプのポケモンがいるんじゃないかなと思っているからですね。モチーフ的にはキモリ、爬虫類で卵を集めたりするので、説得力的にも悪くないかなと。で、PV を見る限り、あんまり森っぽくはないんですよね、アンバー渓谷。高度が高くて森林限界なのか、結構乾燥しているのか、高い木とかがあんまりなくて、少しの草むらとちょっとした林っていう感じに見受けられたので、草タイプモリモリのフィールドって感じではないのかなと思ってます。ちょっとね、このあたり有識者ニキネキのお話も伺いたいですね。ってことで、草タイプはキモリだけ。そして順当にキャタピー、アーボ、ヘラクロス、グレッグル。このあたりは普通に生息していてもまあ問題ないかなとは思ってます。渓流、川が流れているのを PV からも確認できますので、グレッグルちゃんも問題なく生息できることでしょう。なお、毒タイプで唯一ゴクリンはちょっと難しいのかなと思って外してみました。そもそもね、ゴクリンって何モチーフのポケモンなんでしょうか？知ってる方いたら教えていただけたらなと思います。ちょっとね、ゴクリンがいるっていうイメージがつかなかったので、マルノームを活躍させたい方は今のうちに探しておくといいとかあったりするかもしれませんね。まあね、EX モードの報酬次第では課金プレイヤーさんの夢のかけらゲット S の価値って大幅に下がる可能性もあるかと思ってるので、またそれはどっか別の動画でお話ししたいななんて思ってます。そんな感じで順当に虫、毒タイプを詰め込んで、最後はマンキー。一応お猿さんなので山に生息していても問題ないよねっていうのと、マンキーとぐっすりにいるカラカラ、どっちも鳳炎御三家にお株を奪われてしまった2体なんですよね。特にマンキー、怒りざるはそれはどちゃ切れてることでしょうから、怒りが臨界点を超えてしまうかもしれないってことで、今年のハロウィン期待しています。そんなウトウトのメンツですね。虫、毒、ドラゴン島なので超メイン睡眠タイプのはずのウトウトなんですが、今のままだと若干魅力に欠けている節もありそうですよね。なので新たに追加されるポケモンが何なのか非常に興味深いです。ドラゴンもね、どっかで追加で新ポケ来るんじゃないかなと思うので、なんだろうね、無進化のクリムガンとか来たっておかしくないかな、地形的にもみたいな感じで、そのあたりも楽しみなウトウトタイプでした。
こんな感じでね、進めていきますので、みんなもツッコミをコメントしてもらったりとか、いや、こいつは入るでしょうみたいなね、希望、願望、なんでも予想してもらえたらなと思います。いやね、ちょっと弟のポケモンたちね、みんな出現フィールド多すぎるんだよね。そういったね、懸念点もありながら、次、すやすやタイプやっていきたいと思います。そんなわけで、すやすやタイプ、パッと見少なくて4種類となっております。いや、マジでね、すやすやがどうなるのか、本当に注目してます。今回はね、アチャも人影がいるっていう体で想像してみたものになっているので、ちょっとね、気候的には温暖な地域の想定になってるんですよね。なので前の話でも野党森を出したりしたんですけど、この辺りがね、難しかった。森林限界なのであれば標高高そうなので、結構寒めの想定もできるはずで、そのどっちに転ぶのかっていう感じでしょうかね。一旦これでお話ししていきます。ってことで、アチャも方円御三家はみんないるっていう想定のもと、まず入りましたね。進化後の若シャモ、バシャーモはシャモ、大型の鳥がモチーフなはずなので、渓谷にいるのかどうかっていうのはさておき、大型の鳥が渓谷にいても問題なかろうと。ただし、それだけだと説得力が弱い気もするので、人影にも来てもらいました。ここはだいぶ願望なんですけどね。アニメ初代ポケモンでリザードンが生息しているリザフィックバレーっていうところがあるんですよね。そこでサトシのリザードンは自分より強えやつがゴロゴロいるっていうことを知って強くなるためにリザフィックバレーに残るっていうことを決める、そういうねお話があるんですけれども、リザフィックバレー谷、渓谷は文字通り谷ですのでいけるやろうっていうこじつけですね。ドラゴン島ならリザードンいてもおかしくないよなっていうのと、人影とかを入れないとスヤスヤがスカスカになっちゃったので、スヤスヤがどうなるのかっていうのが結構ね楽しみなところなんですよね。ってことで、炎ポケモンも若干生息しているよと。続いてガルーラ、なんとかねスヤスヤを埋めるために来てもらいました。本家ゲームでも岩山トンネルとかに生息しているらしいので、いけるでしょうと。あとはドラゴン島ならではの怪獣枠みたいな感じですね。あったかジンジャーがアンバー環境で使われるんじゃないかっていうちょっとしたメタ読みもあるにはあります。で、続いてメタモン。これは当然いてくれなきゃ困りますね。今回は誰に変身してくれるんでしょうか。個人的にはね、毎回メタモンの寝顔が非常に楽しみなので、もう絶対にいます。よろしくお願いします。そんなスヤスヤタイプですね。少ない。新ポケモンはほぼほぼスヤスヤでも来るかと思うんですけれども、どんなポケモンが来るでしょうね。若シャモバシャーモもぐっすりにいっちゃうので、スヤスヤね絶対もっといるはずなんですよね。なのでここはかなり予想しがいがあるかなと思っています。スヤスヤタイプでした。最後はぐっすりタイプ、ナックラーが内定しています。そして方円御三家だし、川もあるし、上流ならねいっぱい岩も砕けそうな水五郎ちゃんと、そしてお株を奪われた復讐をしてくれるかもしれないカラカラ。アローラガラガラになった上で炎もゴーストも木の実ポケモンが足りているというね、本当にどうするんでしょうか。で、どこにでも生息していて、お月見山にも生息しているピッピ系統。川があるので問題なく生息できそうな原種ウパーなんですが、ちょっとね山椒魚っぽい子多すぎる気もしますよね。で、残りは飛行タイプ。やっぱりこういう場所は飛行タイプなら簡単にアクセスできそうですよね。ってことで、進化してドラゴンになるチルット、進化して大型の鳥になるワシボン、なんなら対をなすバルチャイとかも出てきたっておかしくないですよね。なお、アローラガラガラの天敵はバルジーナらしいです。もう踏んだり蹴ったりなんだよな。そして川があるから行けるかなのですね。一応ポケモン SV では鬼津の峡谷というところに生息しているみたいです。といった感じで、一旦ねこの20種予想してみました。ぜひねこれを叩き台にしてもらえたらなと思います。で、他にこんなポケモンもいるのかなの予想もちょっこりだけやっておきます。まずは海竜。ゴールドでハガネールだけ出現しましたよね。今やトープのウィークリーミッションのお香にもなっているトープの顔、イワークはさすがに他のフィールドには出せなかったのかもしれないんですけれども、そんな感じでね、ミニ竜はラピスに幽閉されていたとしても、進化した海竜であればアンバー渓谷にもひとっ飛びだろうってことで、羽を休めている海竜の姿はまた見られるのかななんていう妄想ですね。
そして闇カラス。まあいても全然不自然じゃないなと思ってます。一応飛行タイプでもありますしね。ただしウトウトはガチで激戦区なので一旦この位置で。続いてニューラ。クライミングはね、翡翠ニューラの方が得意かと思うんですけれども、山岳地帯に生息するポケモンではあるので、いてもおかしくないですよね。今回はどちらかというと、温暖な気候で予想しちゃったので、一旦ここに置いてます。まあね、若草本島にもいるので、当たり前のようにいても不思議ではないなと思います。お次、闇ラミ。山っぽいところであれば来られるかなってことで、ゴクリンの代わりに夢のかけらゲットしてもらえるかもしれませんね。ただし、日向は結構明るそうですし、ウトウトは激戦区なのでこちらに。続いて、スヤスヤタイプ。ニャースですね。スヤスヤを埋めるのが難しいなと思ったので、ニャースとかはいるのかもしれないなと思いました。一応ね、花田の洞窟とか七宝渓谷に出現したっていう本家ゲームの前例的ななんやかんやはあったりします。そして EV。これまで全フィールド皆勤賞な EV なんですが、虫、毒、ドラゴンタイプには進化先がいないんですよね。ってことで初めて EV なしのフィールドもあり得るのかと思ってこっちに置きはしたんですが、11月21日、EV ウィークより先にアンバーが来るのであれば、まあ EV いるんでしょうね。EV 自体はね、どんな環境にも適応できるっぽいですし、トープにもいるくらいなので、まあいても何ら不自然ではないかなと思います。そしてスヤスヤエンテイ。現状ね、伝説のポケモン不在になりそうだなと思ったので、入れてくるのであれば、もともと火山、切り立った山の上で暮らしているエンテイくんがたまにお水を飲みに来てもいいよねってことで、エンテイは割とあるのかなと思ってます。そうであれば人影とかいてもおかしくなさそうですしね。まああったかい系ならエンテイ予想ですね。伝説が最初は出現しないっていうのもちょっとありえそうではありますけどね。次の伝説一体誰が来るでしょうね。最後、ぐっすりタイプからはヨーギラス、クチーとピンプク。ヨーギラスは山、怪獣、生姜の全部に当てはまるんですけれども、こちらもね、トープの売りでもあるかなと思うので、一旦こっちに。そしてクチートは最近追加されたポケモンかつ山ならいてもおかしくないなと思いつつ、まあ理由もそれくらいしか思いつかないなと。で、ピンプクも最近追加されたポケモンで、ラッキー、ハピナスはスヤスヤなんですよね。そして卵も産むし、なんならね、花田の洞窟とか山っぽいところにも割と生息できるっぽいので、いてほしいな枠ですかね。まあ、だいぶ願望も入っているんですけれども、そんな感じでしょうか。ってことで、アンバー渓谷、なんとなくこんな感じのフィールドになるんじゃないかっていう予想でした。こんな感じでね、予想するのであれば、例えば今のうちにデネンネを厳選しておこうかとか、オイルや生姜のポケモンはなんとなく現地でもお迎えできそうな気がするから、それ以外を探しておこうかとか、ワンチャンマルノームいないかもだから今のうちにゴクリン探しだとか、まあ何かしらの行動指針にしていただけたらななんて思います。いやー、どうでしょうか。本当にね、超ざっくり予想ではあるんですけれども、みんなのコメントも交えつつ、次のフィールドに向けての準備考えていきたいなと思います。実際ね、フィールド来たらどれだけ当たってたかも答え合わせしたいですよね。ちょっとね、11月に忘れていなければやりたいなと思いますので、忘れてそうだったらコメントしていただけたらなと思います。いやね、こう見るとやっぱり若草コーンと目覚ましコーヒーは今のうちになんとかしておいた方が良さそうな雰囲気は感じますよね。あと激辛ハーブのポケモンもなかなかいないですね。まあそもそも食材ポケモンではゴースミニ流くらいなものなんですけど、次の環境ではコーンがね復権するかはさておき、ハーブはまあ使われるでしょうし、時点で生姜、大豆、キノコあたりも使われるんじゃないかなと思ってるので、ハーブ、大豆、コーン、コーヒーあたりを今のうちに目処つけておきたいですかね。まあハーブに関してはね、次の新食材のポケモンが持ってくる可能性もあるのかななんてちょっとね思ってはいます。エナジー高いのでね、ハーブ新食材と一緒にこう合わせやすいんじゃないかなとは思ってます。それこそミニ流の第二食材コーンみたいな感じでね。まあとはいえミニ流パターンだったとしたらコーンの方、新食材の方を優先したいみたいな気持ちもあるので、まあやっぱりハーブと大豆もどうなるんだろう。まあでも石つぶては普通にいるかもしれないですよね、アンバー渓谷ね。まあそんな感じでね、ぜひ皆さんも予想しながら、こっちのね食材考察とかとも一緒に今後の厳選方針考えてみていただけたらなと思います。
そしてさらにこの次の動画では来光炎帝水訓リサーチとアンバー渓谷を見据えて11月までどんな風に過ごしていくと良さそうかとか、今何をしておくべきかっていうのをイベントスケジュールなんかを予想しながらより深掘りしていきたいと思います。ここから2、3ヶ月しっかりと準備して新フィールドに挑んでいきましょう。途中ね、若草 EX も来るので適宜方針を修正しながらやっていきたいなと思います。そんなアンバー渓谷超考察でした。ぜひね、皆さんの予想お待ちしております。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドを押していただけますと動画制作の励みになります。本当に毎回グッドを押してくださる方が多くて非常に嬉しいです。ありがとうございます。いやー、それにしてもね、アンバー渓谷で木の実が一周するんだとしたら次はどんなフィールドになるでしょうね。それこそね、アンバー次第ではあると思うんですけど、洞窟っぽいところとか暗いフィールドとかね、炎のフィールド、あとは雪のフィールドとかはね、またどっかで出してあげないとちょっとかわいそうだなみたいなポケモンちょいちょいいますよねまあちょっとね、今のところね、水辺のフィールドが多いので、今後はもっと尖ったフィールドになっていくんでしょうかね。まあ多分ね、アンバーが来てから次のフィールド1年後になるんじゃないかなとは思うんですけれども、楽しみにまったりプレイ続けていきましょう。ってことで、2周年記念フェスティバルお疲れ様でした。最後まで元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。